金沢 J Channel。 皆さんこんにちは。 J チャンネルのマスター J です。今回のぶらり味紀行は若宮大橋詰から徒歩3分の立地にございます石川県民のソウルフード野菜ラーメンでおなじみの八番ラーメンが経営する串焼き屋さんでございます。野菜巻き串8000屋からのお知らせです。コース始めました。お得な飲み放題付き4000円のコース、一押し飲み放題付き5000円のコース、贅沢に飲み放題付き6000円のコース。飲み放題は90分、お席は120分でございます。またお料理のみの場合は2200円コース、3300円コース、4400円コースがございます。いずれのコースも予約制となっておりまして、前日の21時まで2名様から18名様まで承っております。ご予約お問い合わせは電話番号 076-225-8618 までお願いいたします。金沢駅より車で8分 2.2 キロの距離にございます野菜巻き串8000屋さんへやってまいりました。さあ宴の始まりです。8000屋のオーダーは通常の口頭によるオーダーもできるんですが、ご覧の通りセルフオーダーの QR コードをかざすことによってお手持ちのスマホからオーダーを通すことも可能です。今回僕はセルフオーダーを利用することにいたしました。早速ね、生ビールが目に飛び込んできました。これもオーダーし、そしてですね、同時に冷ややっこも注文いたしました。では乾杯。ビールを一口飲んだところでタイミングよく冷ややっこが登場します。この冷ややっこ、おかえり祭りで有名な三河に工場を持っております三河淡白の崩し豆腐でございます。こちらは岩塩でいただくのがおすすめでございます。で、僕はですねそれにプラスしましてラー油を 2,3 滴垂らしていただくようにしております。このラー油お店の方にお願いしますと出していただけますので、ぜひお試しください。この日歩いてお店までやってきたのでちょっとですね体温が上がっておりましたのでね、三河淡白の冷ややっことビールでクールダウンでございます。美味しかったです。続きましては8000屋から数十メートル先にございますもやし一筋70年もやしの産地から仕入れました思春期もやしでございます。このもやしは通常よりも5日早く収穫された若いもやしでございます。食感は噛み応え抜群のシャキシャキ感で枝豆のようなお味でございました。そしてマーラーがあえてありますので当然のことながら辛かったですね。でもう頭皮の毛穴から一気に汗が噴き出しましてね、ここで思わずビールを飲み干してしまいましてすぐさま2杯目に突入してしまいました。そんな様子を見ながら店長さんがにっこりと笑って辛いでしょって言われたんですよ。めちゃくちゃ辛かったですね。はい。でもねすっきりとした辛さで大変美味しゅうございました。これはねビール進みますね。はい。ここからはお店おすすめのお料理が出てまいります。トップバッターはですねほぼ芋クリーム添えでございます。こちらのリング 72% のさつまいもとレモネードでできております。ということで 70% 以上がさつまいもということでほぼ芋というネーミングが与えられたようでございます。サクッとした食感にさつまいもの香りとチーズの風味、まさにベストチョイスでございます。大変美味しい一品でございました。さて次はいよいよメインである串物の登場でございます。用意してもらったのはおまかせ5種でございます。こちらは野菜巻き串とまかない野菜串からランダムに5品がチョイスされます。この日はロメインレタス豚バラ、それからズッキーニ鶏胸肉、トマトベーコン巻き、ナスと豚ロース、大葉つくね以上の5品でございました。最初にいただきますのはトマトベーコン巻きでございます。
どうですか、この光沢。食工房ファミリエさんのベーコンから出た油がプチトマトを優しく包んで、この光沢を醸し出しております。そして口に運びますと、ベーコンの風味の後に塩分とプチトマトの酸味、その後にトマトの果汁が口の中いっぱいに広がってまいります。ジューシーな一本でしたので、これはですね、1番手にいただくというよりかは3番手4番手あたりに持ってくる方が良かったのかななんて感じました。続きまして、 UFO の町羽咋市は尾長にございます。アグリスター尾長茜さんのロメインレタス豚バラでございます。深い緑色をしたレタスに豚バラが巻いてございます。豚肉のほのかな甘みとレタスのシャキシャキ感、音まで美味しい一本でございました。こちらもあっという間に完食でございます。ズッキーニ鶏胸肉でございます。お店の方のアドバイスで備え付けの調味料を使うことにいたしました。その調味料がこちら、シャルマと書いてある調味料でございます。これはですね、石川県を中心にチェーン展開しているインドカレー料理シャルマが作ったカレー風味の調味料でございます。はい、振りかけましてね、まずこの香りですね、本当にね、カレーの香りでございます。で、お味の方がですね、僕はイメージとしてはですね、結構辛みがあるんじゃないかななんてね、勝手に想像はしていたんですが、これ実際に口に運びますと、マスター J の浅はかな想像をあっさりと打ち破ってくれました。というのはですね、全く辛みを感じさせないんですね。でもカレーの独特の香りが絶妙にズッキーニと鶏胸肉マッチしまして、これは食指が進みますね。めちゃくちゃ美味しかったです。ズッキーニ鶏胸肉で感動した後はナスと豚ロースでございます。こちらはタレがかかっておりますので、そのままいただくと良いと思います。それではここで野菜巻き串八千屋若宮店の営業時間等についてご説明申し上げます。営業時間は16時から23時まで、ラストオーダーは22時30分まで。定休日は火曜日となっております。お席数は33席、駐車場は16台分をご用意しております。お店までのアクセスは金沢駅から車で約8分、2.2 キロの距離にございます。また公共交通機関でのアクセスの方法はあるにはあるのですが、それぞれ16時台に2本2系統しか出ておりませんので、できればタクシーもしくはマイカー、あるいは駅から徒歩という方法を取られるのがよろしいかと思います。はい、おまかせ5種最後を飾りますのは大葉つくねでございます。コリコリとした食感と大葉の香りが絶妙なハーモニーを奏でておりました。続けてつくねのお料理なんですが、こちらは巣ごもりつくねといいまして、鶏の巣の中にある卵をイメージした盛り付けでございました。卵に見立てたつくねにお箸を通しますと、中にはなんと半熟のゆで卵が入ってございました。この卵、中山エッグという会社でございまして、我々石川県民の朝の CM でおなじみの桜っ子を販売している会社でございます。そして下に敷いてありますのは細くスライスしたフライドポテトでございます。パリパリっとした食感とつくねと卵のしんなりとした食感が絶妙にマッチして非常に美味しかったですね。見た目お味ともに十分に楽しめる巣ごもりつくね、ぜひご賞味ください。マスター J おすすめの一品でございました。お料理の方はいよいよ佳境に差し迫ってまいりました。出されましたのは串焼きおにぎりでございます。こちらは梅、醤油麹、明太マヨの3本でございます。使用するお米は小粒ながら甘みと旨みを凝縮した冷めてもナイス能登産コシヒカリを使用しております。炭火焼きの遠赤外線効果でしっかりと火が通っておりますので、
外はパリ、中はふんわりといった食感が楽しめます。で、もう少しお米類が欲しかったので日本酒を頼みました。こちらのお酒は地元金沢で作られている福光屋の黒帯ゆうゆう特別純米酒でございます。コップになみなみと注いでくれるのでちょっとこぼれちゃったりするんですよね。で、こういうコップ酒の飲み方というのは、受け皿ごとコップを口に運び、まず一口、ある程度飲んだところで、次は受け皿に溜まったお酒をいただきます。そちらも飲み干したところで普通にコップからグビグビと飲んでいくことになるんですが、この際注意したいのは、必ずコップは受け皿の上に置くということでございます。というのはですね、おめこぼしがあった後コップの底が濡れておりますので、そこへ来てね、直接テーブルの上などに置いてしまいますとテーブルの上が汚れてしまいますので注意が必要でございます。黒帯をいただいた後はデザートでございます。浅野川の上流に位置する東荒谷というところで農場を構えております清志農園で栽培された金沢柚子を使った柚子氷でございます。こちらのデザートはサービスとして出していただけますのでお代がかかりません。ただしおかわりの場合はプラス100円となりますのでご注意ください。お料理をいただき、さらにお酒をいただいた後の最後のこの柚子氷、本当にね、口の中もさっぱりしましてね、あっという間に平らげてしまいました。すべてのお料理をいただき終えたところでごちそうさまでした。いやー、大変美味しゅうございました。もうグッドサインでございます。八仙屋さんの近くでは毎年花火大会が行われるんですね。で、そのですねシャトルバスの停留所にも非常に近くてですね、でまた八仙屋さんではテイクアウトサービスも行っておりますので、例えば花火見に行く途中にですね、テイクアウトで野菜巻き串を購入してですね、そしてそれをかじりながらこの花火を見るなんていうのもですねありなんじゃないでしょうかね。あるいは花火を見終えた後に立ち寄るというのもありだと思います。地産地消、地元食材にこだわった八仙屋のヘルシーで美味しい野菜巻き串をぜひご賞味ください。はい、ということで今回の動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。では次の動画でお会いしましょう。